模活時間の記録ブログ、水性アクリル塗料のカラーごとの記録動画です。今回は赤。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを愛用ですが、その中でも使うカラーはある程度絞られてきます。4つのカラーを色見本的にペイントします。赤の色塗りに入る前にベース塗装をします。使うのはシタデルカラーのレイヤー、パリッドウィッチフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラーで、最近はよく下地塗装に用いています。水で溶いて薄めて模型塗装用の太筆で色をつけました。色見本としてペイントするのは100均でも手に入るプラスチックのクリアのスプーンです。あらかじめ塗装下地としてマットな質感にしてのりが良くするようにミスタースーパークリア艶消しを吹き付けてあります。両面にペイントをしていきます。今回使ったパリッドウィッチフレッシュの他にプラモデルや消しゴム塗装で下地として使う塗料にはシタデルカラーのレイヤー、ホワイトスカー、同じくシタデルカラーのベース、レイスボーン、コラックスホワイト、ファレホだとゲームカラーのレッドホワイト、そしてエルフィックフレッシュ、この辺りを水で溶いて薄く塗装箇所に塗るようにしています。下地塗装はその後の色分けがスムーズに進むための前準備、効率が良くなるので一手間ですが欠かせません。4つのスプーンの塗装箇所にベースが塗り終わったら完全乾燥、そして赤を塗っていきます。まずはシタデルカラーのレイヤー、イービルサンズスカーレットという塗料です。鮮やかな赤です。一時期シタデルではベースのメフィストンレッドというカラーを使っていたこともありましたが、最近はもっぱらこれです。レイヤー種の塗料なので若干隠蔽力は弱め、面を塗るとムラになりやすいところもあります。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料で、ミニチュアホビー用のカラー、ベース、レイヤー、コントラスト、シェード、テクニカルと用途に応じて様々な種類の塗料があります。粘性が高く隠蔽力の強いカラーが多いので、下地の色を気にせずに塗装ができます。2色目は同じシタデルカラーでかなり濃い赤、ベース塗料のコーンレッドです。こちらは下地にも使えるベース種なので粘性が高くて隠蔽力は強い。濃い、暗い、重めの赤になるので必要な時には結構重宝します。台座のカラーとしてもよく使ったりします。赤ということでいくと、この他にベースありきで陰影をつける時の液体塗料としてシタデルのコントラスト、ブラッドエンジェルレッド、特殊効果、光沢を出すテクニカルのスピリットストーンレッドなんかを使ったりします。3色目はファレホ、ゲームカラー、ブラッディレッド。これがこの最近では赤といえばおそらく一番使っている塗料です。こちらも先のイービルサンズスカーレットと同様に鮮やか。ファレホのゲームカラーはファンタジックな特別色が歌い文句。人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメインとされています。粘性は低く、隠蔽力、塗膜はやや強めという設定になっています。今回は筆は1色ずつ色見本なので平筆を使いましたが、色分けが必要な時は極細筆、面相筆などを使ってペイントしています。全体的に見て赤色は発色が良く、下地を何らか塗っておけば色のりはあまり心配しなくて良いイメージがあるので、ペイントに関してはさほど不安要素はなく向き合えています。4色目、今回最後はファレホのモデルカラーのサンセットレッドです。レッドとついているのでこちらの部類に入れましたが、かなりピンクに近い色味。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。最も基本となるシリーズ、色数が多く様々なジャンルの模型に使えます。ファレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く隠蔽力は強いのでフィギュアやプラモデルの塗装に最適です。水性塗料なので嫌な匂いなし、乾燥が早い。あまり実用はしませんが、調色も自由自在にできる特色があります。ということで塗装完了。
乾燥させた状態で4色比較です。シタデルのイービルサンズスカーレットとパレホのブラッディレッドが鮮やかな赤としては見た目も同じくらいの色合い。若干上塗り用だけあってレイヤー塗料のイービルサンズスカーレットはムラが目立ちます。濃い赤、コーンレッドは安定の隠蔽力。ほぼ一塗りでこの色ののりです。暗めのレッドが欲しい時にはこのカラー。最後にファレホのサンセットレッドはやはりピンクに近い仕上がり面。時々このカラーが欲しいシーンがあるので使っています。ということで水性アクリル塗料のカラーごと色見本の記録。今回は赤、シタデルカラーとファレホの4色をペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。